Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Học tiếng Nhật dễ nhân bánh. Đây là series podcast luyện nghe tiếng Nhật. Bạn có thể mở khi đi ngủ, khi làm việc hoặc bất cứ lúc nào bạn thích. Hy vọng những tập podcast này sẽ giúp các bạn nâng cao khả năng học ngoại ngữ và chúc các bạn có khoảng thời gian học tiếng Nhật thật hiệu quả. 私の好きな料理。私の名前はゆいです。高校2年生です。埼玉県で家族と住んでいます。家族は父、母、兄です。勉強以外に私は食べることが大好きです。たくさん食べることではありません。いろいろな料理の味を知ることが好きです。特に日本の伝統的な料理が好きです。私が一番好きな料理はおにぎりです。おにぎりは簡単です。白いご飯を握って、中に梅干しや焼き鮭、海苔、ツナマヨを入れます。私はその簡単なところが好きです。朝、時間があるとき、母は私におにぎりを作ってくれます。昼にお弁当を開けると、ご飯の香りとしょっぱい具の味がして、とても嬉しいです。疲れた日でも、おにぎりを食べると元気になります。2番目に好きな料理はラーメンです。家の近くに小さいラーメン屋があります。おじさんが作っています。お店は大きくありません。でもスープがとても美味しいです。家族と行くとき、私はいつも味噌ラーメンを注文します。スープはコクがあり、麺は柔らかく、チャーシューと卵が入っています。初めて一人で食べに行った日は、寒い雨の日でした。窓のそばでラーメンを食べながら、雨を見ました。その時の気持ちは、今も覚えています。それから、たこ焼きも大好きです。学校や公園でお祭りがあると、たこ焼きの屋台があります。たこ焼きは丸くて外は少しカリカリ、中は柔らかく、たこの実が入っています。ソースとマヨネーズ、鰹節をかけます。本当に美味しいです。私は友達の葵さんと一緒に食べます。二人で一箱を分けて食べながら、たくさん話します。私には、秘密の好きな料理もあります。それは卵かけご飯です。熱いご飯に生卵を乗せて、醤油を少しかけて、混ぜて食べます。とても簡単ですが、私にとっては、心の料理です。疲れた日、難しい料理を食べたくないとき、これを食べます。父が私にこの料理を教えてくれました。父は、ご飯を炊いたばかりの時が一番美味しいと言います。私もそう思います。特別な日、母は私にお弁当を作ってくれます。中に葉卵焼き、ウインナー、茹でた野菜、ごまをかけたご飯が入っています。母はウインナーをタコの形に切ったり、ご飯を星の形にしたりします。私はもう小学生ではありません。でもお弁当を見ると、母の気持ちが分かって嬉しくなります。冬の料理も大好きです。特におでんが好きです。寒い日、家で家族と一緒におでんを食べるのはとても幸せです。私が好きなのは卵とはんぺんです。子供の時、母は大きい卵を私にくれました。今は大きくなったので、美味しい部分を弟、いいえ、兄にあげます。私は末っ子だからです。私は思います。料理はお腹を満たすだけではありません。料理には気持ちと思い出があります。テストを忘れるかもしれません。でも病気の時、母が作ったラーメンの味は忘れません。旅行の日を忘れるかもしれません。
でも初めて食べたお祭りのたこ焼きの味は覚えています。私にとって好きな料理は思い出の箱のようです。もう一度食べると、その時に戻ることができます。秋の朝、母がおにぎりを作ってくれた日、冬の夜、家族とおでんを食べた日、雨の昼、一人でラーメンを食べた日を思い出します。大人になって一人で住んでも私はこの料理を作りたいです。美味しいだけでなく、それは私の子供の時と心の一部だからです。どこへ行っても、どんなに忙しくても、私は好きな料理を食べる時間を大切にしたいです。Đừng quên like, share, subscribe và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ các tập podcast mới và giúp cho kênh Học Tiếng Nhật Dễ Nhân Bánh phát triển hơn nhé. Cảm ơn các bạn.